をちょっと見てみましょもう懐かしい、だいぶ前の話ですね、これ。ね。細くて気持ち悪いんですけど。ゲソゲソで。ゲスゲス。このジャンプ転ぶんですけど、皆さんのまずは4回転4回転。私の目の前だったんですよ。そうなんですか。 4回転転倒だ。でもちょっとこの転び方結構かっこよかったです。本当にそうですか。ん僕はね、感動しましたちょっと見てて1ヶ月間カナダに行ってましたけど、1回もあんな転び方しなかったですね。そうなんですよ本番だけ。本番だけあんな転び方して他が宮城を取る練習は素晴らしかったです。4回転降りてたんです。世界一のステで、ッやっぱりこの時もそうですけど、4回転ってのは全く戻ってない。やっと今シーズン、怖さもなく構えずに飛べるようになったので。これ衣装ね、後ろ割れてるじゃないですか。後ろちょっと割れてたじゃないですか。ここのあれ付け忘れてたんです。実はこういう衣装じゃないんです。ボタンがついてたんです。後から衣装さんに指摘されて「すいません」って言って。プ最後のジャンプ3連続これもトリプルル回ッツ転不足。ダブルトーループリベンジ高橋のハイライトこの時どういう気持ちだったんですか、最後のステップの時。もうこの時ね、気持ちはねすごい動いてんだけどね、体ちょっと動いてなかったんですね。あれあれっていう感じだったけど、でももうなんか音も聞こえなくて興奮しすぎて自分で、なんで興奮しちゃったんですか。いやわかんないですけど、でも本当このフリーを滑る前に僕泣きそうになったんですよ。なんでですか。なんかショートも滑り終わってるんですけど、なんか今更ながら、あ、ここに入れるんだみたいな、なんかその時ずっと1ヶ月間カナダでこうビヨンセのね曲を聴いてたんですけど、それもたまたま流れてきて、なんかすごいなんかなんとかに吹けるっていうじゃないですか。考えにふけて。そんな感じになってそうなんですよね。ガッツポーズですね。これはちょっとねガッツポーズがないなっていう。どうしてですか。ちょっと気持ち悪いな。こんなやつ。でもやっぱりオリンピックでのメダルっていうのは他のメダルとは全く違いますか、意味が。メダルっていうよりも表彰台が違いますね。どう違うんですか。いやなんかすごい幸せでした。幸せっていう言葉が一番しっくりくるかな。でも半年前は無理かなと思ったかっこいい復活劇だったじゃないですか。そうですね。その後世界選手権も取っちゃってあれはあんまりどうなんですか。いやすいません。まあね、そうですね。あれはでも本当にオリンピックの前の練習があったからこそ貯金でいけたなっていうのはありますね。でもまあオリンピックでメダルを取るっていうのは、いや本当何とも言えない嬉しさですね。いやもう、何とも言えないです。なんて表現したいんですけど表現できないですね。でもやっぱりちょっと次のシーズンはそうですね。ぼーっとしちゃったって感じなんですか。次のシーズンはやっぱり東京で世界選手権っていうのがあったので、続けなきゃ、自分で決めたといえば決めたんですけど、流れ的にもやっぱりでまだやっとオリンピックでこう練習試合が楽しいというか試合ができてるなっていうのを感じれたのがバンクーバーオリンピックだったんですよ。やっぱこうリハビリ明けてこう怪我から明けた試合で、これでやめるのもなっていう、やっとこう動けてきたのにっていうところだったので、東京の世界選手権もあるしそこまでは続けてみようっていうところで。試合は楽しいんですね。なんかまた点数つけられるからどうしよう競争嫌だなってよりも楽しいんです。怖い気持ちよりも楽しい気持ちのがいい時はね。いい時は。やっぱ前半の方はやっぱ成績出せなかったんですごい大変でしたけど、でも空気感っていうのは好きですね。やっぱ試合の何とも言えない緊張感の開放感。次のシーズンはちょっと成績は出てたんですけども、やっぱり自分の中ですっきりしない感じはあったんですか。そうですね。成績もなんか自分の中での評価もなんで俺一番なれるんだろうみたいなところで一番になっちゃったりとか、自分がどう見ても一番じゃないだろうっていう演技だったりとか、やっぱりこう成績だけじゃなくてこう一緒に練習してても自分自身全然この人に勝ててないなっていうのがたくさんあったので、すごいきつかったですね。でそう思ってやっと気持ちがもう4大陸とかで全日本も何年ぶりかに3位という成績になってしまって、はい
やっと世界選手権1ヶ月前いいぞっていう公開練習をみんなにしたんですよ、福井県で。高橋選手にの、世界選手権1ヶ月前、公開練習っていうのがあって、それがなんと自信だったんですね。そうなんですよ。あれはどんな感じ、自分の気持ちに影響を与えました？いや、最初なんていうか、インタビュー受けてる時に揺れてたんですけど、なんか長いなっていうぐらいで、まさかこんなになるとはね、あの時は思ってなかったけど、どうなんだろう、この世界選手権はどうなるんだろうっていうところは、まず最初にはやっぱり世界選手権に向けて練習してたんでありましたね。でもこう日に日に情報が入ってくるにつれて、それどころじゃないだろうっていう試合どころじゃない。少し休みましたよね。休みましたね。休みましたっていうか、なんかこういつやるのかやらないのかすらも決まってなかったので、そこだけでもいつで発表もいつするかは決まってなくて、発表だけは決めてくれよっていう、日にちだけは決めてくれよっていう気持ちもあったんですけど、それすらもなかったので、とりあえずちょっとこのままでもし世界選手権があったらもったないなっていう気持ちがね持たないなっていうところがあったので、特にその先シーズンですよね。いろんなこうメンタル的にも良くなかったというか、なぜ良くない、その迷いの中でやっていたっていうことで、こう世界選手権も自分の中ですごく厳しいなっていうふうにというところにチャリティーショーをやることになりますよね。その時はもう本当に、これも本当にいろんな方が協力してくださって、ちょっといや、本当にちょっとでも何かできることがあったらやりたいなっていう、もうそれだけですかね。そうですね、今日も来てくださってる方もたくさん来てくださってたんですけど、本当に皆さんも協力してくださって、まだこれ1回しかできてないんで、これはね毎年できたらしていきたいなっていう気持ちはあるので、すると思いますけどはい、シーズンでそうこのチャリティーショーのだいたい3週間後ぐらいに世界選手権があって、皆さんもお尻のしてらっしゃると5位なんですけど、フリーでスケート靴の刃を止めるネジがビスが抜けるという、で5位。その瞬間、ちょっと前まではソチまで続けるかわからないって言ってたんですけど、終わった瞬間ですよね。本当瞬間に言ってましたね。そうですね。言っちゃいましたね。なんかみんな離れると思ってしまったんでしょうね。どういうですか？離れるというのは。僕が離れていってしまうと思ってしまったんでしょうね。いや、記者の人も。なんか雰囲気的に離れると思ったんでしょうね。いや、そんなことはないですけどね。なんていうんですかね。それは嫌だっていう。やっぱ見ててほしい。見ててほしいっていう気持ちも出てきて、なんかそこで負けちゃったことに、すごく迷ってたというか、こうモヤモヤしてたんですよ。迷ってるつもりもなかったんですけど、考えてるつもりだったんですけど、迷ってたんでしょうね。モヤモヤしてたのが、何を考えてるってことですか？いや、現役を続けるべきなのか続けるべきじゃないのか、そのやめ際っていうのは大事って言われるじゃないですか。ボロボロまでやる方もいれば、どちらかというと高橋選手は美しく散りたい、美しく今までやめたいって感じですよね。美しく散りたいって思ってたので、でもボロクソに負けて、いやもういいやと思って、なんかもうこれでバンクーバーも全て消えたと、成績は。じゃあもうどうせボロボロならこう納得いくまでやりきってしようみたいな。そこはスケーターとしてのプライドですよね。で、なんかこう多分本当に離れていくと一瞬ふっと思ってしまったのが、それは嫌だっていう、なんていうんですか、それは嫌だっていう俺を見ろと。じゃあ俺を見ろっていうわけではないけど、なんか離れていく、これでこのままじゃ終わりたくないっていう、それがすごくあったんだと思います。でもそれはその試合だけじゃなくて、シーズンを通すにつれて徐々に感じてたんですね。それは僕のそれはないと思うんですけど、僕の周り先生だったりとか、それに対してもなんかこう変な距離感っていうのがすごくあって、徐々に出てきて、そこがこう失敗した5番ってなった時にもう全てが清算されたのかな。で25歳だったわけですけども、
スケート界では超ベテランって感じの方ですよね。上にいるのはプルシェンコとかそうですね。ケビン君とケビン・ファンデルペレンって言って高橋選手が世界ジュニアで優勝した時の2位の選手とか、あとジェレミー選手佐とか、藤由香さんがおっしゃってるジェレミア・ボットぐらいしかいないんですけれども、ゼロからスタートを切ろうと思った。まあ、ゼロというかゼロではないですけど、スケーティング習いに行ったりバレエをやったり柔軟やったり、今までの高橋選手からちょっと想像ができないぐらい地味な練習をまあアスリートとしてそれはどうなのかと思うんですけどそうですね。でもなんかこう3年ソチまでやるって決めたら、やっぱ今までごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。先シーズンまでだったら1年1年やっていこうかなと思っていたので、こうやろうと思ってもこうやる気になれなかったんですけど、ソチまでやるってなるとやっぱ3年間あるって思った時に、3年間やれば成長できるものは何かって考えた時に、やっぱスケーティング、やっぱ成長しないといけないっていう、なんか自分の中で怪我をしてから今シーズンに入るまでスケーティングに対するフラストレーションっていうんですかね、どうもしっくりこんなに自分スケート下手だったかなって思うような、練習するのもなんかこう嫌だったんですよ。一歩踏み出すとなんか気持ち悪いっていうところでずっとやってて、これを変えるにはやっぱりもう一回見直すしかないなっていう。でまあ今回ボルトを取ったんですけど、ボルトを取るとやっぱりまたリハビリがあるので、靭帯を切って再建手術するときにボルトが入ってるんはい、ですね。そうですね、はい、それはやっぱり長い間入れておくと癒着しちゃってよくないので抜かなきゃいけないんですけど、それをされたってことですね。そうですね、はい。でボルトを取った時にどうせ滑れないというかジャンプができない時期があるから、まあ、その時期にスケーティング習おうみたいな感じで、まあ、結局タイミング合わずにそうならなかったんですけど、まあ、それもきっかけがあってで、まあ、スケーティングをやったんですけど、それが意外にいろんなことに影響していって、すごい今年いいですよね。そうですね、一歩の滑り出しのフラストレーションが全くないですね。だから練習がすごく気持ちいいというか、スケートが気持ちいい、スケートってこんなに気持ちよかったんだっていうのは気づかされたというか。生まれて初めてってわけではないんですか？じゃないです。今怪我をするまでは感じてました。やっぱ試合の時も伸び伸びこうフリーな感じっていうんですかね、自由な感じというか、こうリラックス感っていうのがこう自分で映像を後から見た時も感じてたんですけど、それが怪我をしてから、まあ、オリンピックの時はそうですはすごく良かったんですけど、それ以外の部分でなんか詰まってるとかいうか窮屈な自分が見えていて、そこがどうもなんでだろうっていうところがあったんですけど、まあ、それがなくなりましたかね。でもソチまで行くって言った瞬間、みんなこれでソチで金だっていう質問もすごく受けると思うんですけれども、あれで上手にかわしてますよね。そうですね誰もね、将来は分からない、未来は分からないので、やっぱりそうやってベストを尽くしてみたいと、緻密にやってみたいと。はい、そうですね。まあ3年なんで、まあ、もうあと2年ですかね、今となれば。その当時は3年だと思う、その時は3年、まあ、2年ちょっとあると思ってたんですけど、まあやろうと、できる限りやろうと。昔はそこまでは思えなかった。若い怪我する前とかは思えなかったです。僕はだってバンクーバーでやめようと思ってたので、まさか27までするとは思ってもみなかったですねいつからバンクーバーでやめようと思ってたんですか？いやもう鳥のぐらいの時から。なんでそんな根拠もなくバンクーバーでやめようと？いやもういい年齢だったら23なので、結構23で引退とか、その23、4って引退っていうのが主流だったので、まあそれぐらいかな、引き際かなって、27ちょっときついかなみたいなところでいたので。そうですね。はい。で今、まあ、こうやってやってて、はい、4回転も、はい、なんか4回転に対して構える気持ちがなくなったと。そうですね、はい、だいぶなくなってきて、それ以外でもなんか今の方がその22とか3の時より若い気がしますね。どういう意味ですか？なんか気持ち的にすごく前向きというか、やっぱ最後が見えると時間がないく感じるのか、やることがいっぱいでこうブレずにいけるので、なんかこう変なストレスがないっていうんですかね、それがあれなのか分かんないですけど、なんかすごく毎日が充実してるのが生き生きしてるんで、こうなんか気持ち的にすごく若い気がします。